はい、皆さん、こんにちは。シェルトコベースです。こんにちはというかね、おはようございますなんですけどね、とうとうですね、ランクリについていたオーディオがですね、ちょっと調子悪くなってきたんですよね。音楽かけてる時に振動で電源が落ちるみたいな感じになるんですよ。電源落ちた後、また立ち上がるみたいな感じで、Apple CarPlay を使って、Google マップをね、表示したりしてるので、どうしてもナビとかがね、途中で落ちたりすると、ちょっとだけやっぱり不安になってしまいますので、これ結構長い期間使ったんですよ。もう10年以上は確実に使ってるんですけど、今回このオーディオをですね、交換することになりました。もともとこのオーディオは FH9300DVS ってやつで、DVD もね、見れますし、あと後ろからね、USB ケーブルを通して、携帯とつなげると、Apple CarPlay を使うことができて、スマホと連動して、Google マップを表示したりっていうことでね、なかなかね、この古い機種の割にはすごく優秀で、なのでね、今使ってる分にはね、本当に何も言うことなかったんですよ。なんですけども、今回そのようにね、電源落ちるっていうことになりましたので、新しいものにね、交換しなくてはいけないんですけど、これね、一つだけね、ちょっと難点があって、ランクルのですね、このオーディオのここのスペースなんですけど、奥行きがね、かなりギリギリなんですよ。結構ね、この手のタイプってね、裏の配線多いんですよ。バックカメラと連動したりとかね、アンテナ線とかは普通にオーディオありますけど、アンテナ線も結構太いものだったりもするし、あとは携帯につなぐね、USB が後ろから出てたりとか、あと、ハンズフリーのね、マイクとかね、そういうものとかもね、合わせていくとね、結構なね、配線の数になるんですけど、その配線の数があればあるほど、後ろの隙間をね、結構埋めるんですよね。取り付けた時にね、この圧迫してるのはもう毎回ね、見てたんですよ。それで今回ですね、この中古の同じやつを買おうかと思ったんですけど、今の時代ね、なかなかDVD とかね、CD とか聞く機会もないので、この手のタイプのCD とか DVD とかを見ないタイプっていうものがないかしらと、それをね、いろいろ探してみました。で、今回新しく購入したのが、じゃん、これですね。カロッツェリアの DMH-SZ700。700でいいのかもしれないですね。なんとなく70につけるから700って言っちゃったんですけどね。はい、今回このオーディオを購入しました。結構ね、しましたね。はい。これの機能といたしましては、iPhone がつなげる、Apple CarPlay も使える。今回ね、注目なのはね、この Alexa がね、備わってるっていうことなんですよ。Bluetooth、Wi-Fi 機能がついてるので、後ろから USB の配線も持ってくれるので、今まで通りに使うか。その辺はちょっと後から考えたいかなっていうふうに思っています。あとはね、ちょっと気になるところはね、この辺ちょっとわからないんだけど、あとですね、この HDMI がついてるっていうことでね、何かの機材と、つなげることで、モニターとしてね、使うこともできるっていうことなんでしょうね。はい。きっとね、この機能全部ね、使いこなすのはちょっと無理だと思うんですよ。今までもね、古いタイプのオーディオでね、十分足りてたので、DVD とかを見なくてもいいので、裏のね、配線のところまでね、圧迫しないっていうね、利点もありまして、今回これにしたんですけど、この SZ この700と SZ500 があるらしいんですけど、で、500の方はね、ちょっと奥行きが昔の規格と一緒で奥行きが結構普通にあるっていうことと、あとはね、音の品質がね、これだとね、結構高くなってるらしいんですよ。今ここについてるね、やつと音の質の違いっていうのは当たり前のように良くなってるとは思うんですけど、この500と700の違いっていうところは、今の僕にはちょっとわからないんですけど、ちょっとでもね、音の質がいいものを買ってですね、長く使い続けていればいいのかなっていうふうに、思いまして、これを購入しました。よし、まず開けてみようかな。これは説明書と、あとは、リモコン、配線類ですね。これは多分ね、もともとついてるやつ使えると思いますので、これは使わないような気がしますね。これハンズフリーマイクですね。これ裏から回す、USB ですね。これね、今回ね、これ新しいからね、USB-C になってるね。変換アダプターだね。はい、これはバックカメラあたりの配線かな。で、これが、なんかアンテナっぽいね。それと取り付けのネジですね。じゃあ本体を出してみましょう。もうね、明らかに軽い。画面は同じね、2D のこのサイズなんですけど、もう奥行きが、これ、前のやつはこのぐらいまであるんだけど、もう裏、もうこれ、もうこんな薄っぺらい。これはいいね。やっぱり時代だね。本当に。配線とかのね、穴とかも、同じものが使えるかどうかはちょっとわからないんだけど、分かった。さっきの配線、これアンテナだって言ってたやつ、これあれだね。この GPS って書いてる。
してこう GPS のこれアンテナなんだね。じゃあまずはパネルを外してこの古いオーディオの方を取っていきますか。もうこのオーディオも何回撮ったかわからないね。よし、新しいやつを比べたらもう半分以上違う。これがこう進化して、こういう形になったと。さあこれ配線なんだけど、とりあえずはこの配線がそのまま刺さるのかな。バックモニターを刺すやつが、これはリア出力ミュートとかいろいろリアモニターの配線と接続して、これだけ使うっていうことにまずしてみますかね。リアモニターの配線だけは使うと。このもともとつけていたカロッツェリアの配線はそのままいけた。あとはアンテナセンスね。GPS のアンテナか。ちょっと今めんどくさいなGPS のアンテナなんですけども、これ後でつけるとして、グローブボックスの裏を通して、オーディオの方に向けました。グローブボックスを外してしまえば、ここの部分はドライバーかなんかでこじってやれば開くので、そこからアンテナのソケットを入れてあげれば、下を通って、オーディオの方に持っていけます。この 2D に取り付けていたプレートを移植しますと。これ右って書いてるんですけど、どこかこれ必ずはまるとこありますから、こうはまるところを見ると必ずネジ穴がありますから、配線取り付ける前にやればよかったね。はい、これ L って書いてるね。左側のどこかに必ずはまるところがありますので、はまるところがこのあったら、だいたい合っている穴を使う。よし、はい、できました。ここのネジなんだけど、これね、車のボディにもつながってるので、これね、アースにも使えるんですよ。こっちの下と右の下をちょっとだけ緩めて、ここをね、アースに使います。これがね、正しい使い方なのかどうかはちょっとわからない。はい、左右のプレートのネジからアースを取っています。あと配線を今つなげて、よし、はい、大体つながりました。あとはなんだ、ハンズフリーのマイク。これも運転席側から入れるかな。よし、これを使って配線同士のここにマイクの配線を通して、はい、ソケットが来ましたので、マイクの配線を取り付けてと。よし、はい、これでだいたい配線 OK だと思うんだよな。これもともとついてたね USB のケーブルなんですけど、これを変換するアダプターがあるので、いずれは CC にしようかな。よし、じゃあ取り付けていきますよ。買わない配線が結構あるな。よしよし、 OK。 つくかな。ついたね。おー、いいですね、いいですね。モニターとかも結構もうギリギリまで、画面がありますのでね。あとはね、設定してしまえばね、オーディオの方はもうスピーカーとかも全部使えますし、表示が新しい。よし、とりあえず電源は入ったから、あとはセッティングをすれば OK ってことですね。はい、これで取り付け完了でございます。はい、それではですね、はい、オーディオの方無事につきました。今回はね、配線とかは取り替えたりもしてないので、そのままもうほぼポン付けみたいなもんでした。ほぼポン付けだけど、例えば GPS のねアンテナがあったりとか、新しい装置がねこうありましたけども、同じメーカーであればね、そのまま配線は使えるので、すごく楽だと思います。本体さえ買ってしまえばね、もう自分でできることではありますのでね、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。ぜひよろしければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではまた会いましょう。バイバイ。はい、取り付け後にですね、ちょっと配線の見直しを行いました。ついてきたね、この配線の
茶色、これがねバックモニターの配線なので、カメラの配線をこの茶色につけます、ね、先ほどは黄色と黄色にしたんですけども茶色でした。あとはねここのUSB-C のねこの配線なんですけど、このね変換のねコネクタをつけてね USB-A でね取り付けたんですけども、もう全然ねもう Apple CarPlay に繋がりませんでした。しかもね充電とかもねすごい遅くなるので、ね、とにかくもう備え付けの USB-C の配線をそのままつけて運転席の方から、出しまして、USB-C のねケーブルで繋いだんですけど、これだとすぐねもう Apple CarPlay に繋がりますのでね、これからつける人がいましたらねもう USB-C のケーブルオンリーで、接続するといいと思います。